おはようございます。パティシエール、今日のおやつです。今日のおやつは生チョコロールです。ふわふわのチョコロールにとろーりと美味しい生チョコソースをかけていただきます。これは食べるときにたまらなくテンションが上がっちゃいますね。ぜひ挑戦してみてください。まずはチョコロールの生地を作っていきます。卵白と卵黄を一緒に泡立てる友立てっていう方法で作っていきます。ココアが入っているだけで少し難易度が高くなっていくので、しっかりと作り方を見ていきましょう。卵に砂糖を加えてよく混ぜていきます。そして湯煎にかけて温めていきます。砂糖を加えたらすぐに混ぜないとダマになることがあるので気をつけてください。湯煎はボコボコ沸いているものを使ってしまうと卵が煮えてしまうことがあるので、一度沸かして火から下ろしたものがおすすめです。湯煎に当てたまま温めて、だいたい30度ぐらいですね。40度とかになってしまうと卵が温まりすぎて泡立ちすぎてしまうので気をつけましょう。赤外線タイプの温度計がおすすめです。こうなったらバターと牛乳を湯煎に代わりにかけておきます。そしてハンドミキサーで泡立てていきましょう。ハンドミキサーの種類にもよるんですが、中速から高速ぐらいですね、泡立てていきます。最初のうちはボウルをこのように傾けていくとかなり泡立つのが早くなります。で、泡立ってきたらハンドミキサーをしっかり動かしながら泡立てる感じですね。しっかりと全体をムラなく泡立てていきましょう。泡立ってるところと泡立ってないところっていうのができてしまうので、こんな感じで泡立てていっています。しっかりと8の字がかけて重なるような状態まで泡立てていきます。なので、これだとまだちょっと泡立ちが足りないですね。もう少し泡立てていきましょう。ハンドミキサーの線もパッとは消えないような感じですね。結構もったりと重たくなっていきました。お砂糖も結構入っているので、しっかりと強い生地になっています。お砂糖がしっとりの秘密ですね。こんな感じで8の字が書けるようなプルンとした生地になっています。しっかりとこの状態まで泡立てていきましょう。でこうなったら、今度はハンドミキサーの低速でゆっくりとボウルを回しながら全体を混ぜていきます。で大きい泡を消してキメを整えていく作業ですね。こうしていくことで、しっとりときめの細かい美味しい生地になります。ちょっと手間なんですが、必ずやっていきましょう。どうですか？絹肌っていう感じですよね。美しい生地になってきました。しっかりと8の字がかけて、このようにきめが整った生地が美味しいスポンジになる生地です。こうなったら、ココアと薄力粉を混ぜてふるったものですね。それを加えていきます。でココアと薄力粉はよく混ぜて2回ふるっておきましょう。ダマになりやすいので注意してください。で一気に加えるっていうのもポイントです。2回とか3回に分けて加えてしまうと、ココアは結構水分を吸う力が強いので、ダマになってしまうことがあります。1回で加えて手早く混ぜてしまうっていうのが大事です。下からすくい上げるようにテンポよく手早くっていうのを注意していきましょう。途中で周りの粉も払ってよく混ぜていきます。少しツヤが出るぐらいまでですね、混ぜていきましょう。ココアが入っている分は泡が染みやすいので、普通のロールケーキほど混ぜてしまうと、ちょっと混ぜすぎになってしまうので注意してください。こんな感じで少しツヤがあって、かつふんわりした感じも残ってるぐらいがおすすめです。この後バターとか牛乳も混ぜていきます。バターと牛乳はもし熱くなりすぎる場合は早めに湯煎から外しておきましょう。この時に40度から50度ぐらいになっているとちょうどよく混ざりやすい温度になっています。ゴムベラ2杯分ぐらい生地を取ってよく混ぜて戻し入れていくようにしましょう。こうすることで油分がドンと泡の下に落ちてしまうのを防ぐことができます。ゴムベラで受けながら全体に広げて下からすくい上げるように優しく混ぜていきます。ここではいっぱい混ぜてしまうとどんどん泡が死んでいってしまうので気をつけてください。しっかりと全体にバターが混ざれば OK っていう感じで混ぜていきましょう。で、最後に混ぜ残りをチェックして、流れるような生地ですね。きめは粗くなっていなくて、このように流れている生地がちょうどいい生地です。紙を敷いた鉄板に流していきます。でもあんまり上の方から流してしまうと泡が死んでいってしまうので、ちょっと近めの位置から流していくのがおすすめです。で、手早く作業していきましょう。置いておくだけでもどんどん
泡が死んでいってしまいます。作業の手早さにもよると思うんですが、粉を入れる直前ぐらいに予熱をし始めるとちょうどいいかなと思います。作業が早い方は最初から予熱しておいても OK です。まずは四隅に広げていって、その後に平らに伸ばしていくような感じですね。型ちっちゃいのでそんなに気をつけなくても大丈夫です。ゴムベラで刺さってやっても全然 OK ですね。もうちょっとこの作業ってやりたくなりますよね。私もお店でいっぱい練習しました。左から右へ生地を流していくような感じですね。鉄板は回しながらやっていきます。あんまり力を入れないのがコツですね。綺麗に伸ばせたら、一番最後に一度、バンと生地を叩きつけて大きな泡を消してから焼いていきます。焼き上がりはこんな感じですね。チョコ色なので焼き色が分かりづらいと思うんですが、押してみて弾力があれば OK です。で、表面がベタついていないことですね。焼きすぎてしまうと縮んでしまったりするので気をつけてください。焼かなすぎだとベタついてしまいます。ロールケーキは焼きも結構難しいですよね。焼けたらすぐに紙の側面だけ剥がして冷ましておきます。こうすることで縮んでしまって反り返ってしまうのを防ぐことができます。そして網の上などに置いて早く冷めるように置いておきましょう。冷めたらすぐにラップで包んで乾燥を防ぐようにしておきます。ではチョコ生クリームを作っていきましょう。チョコ生クリームも結構ザラザラしやすかったり難しいかなって思うんですけど、この作り方をすれば大体大丈夫だと思います。チョコレートに生クリームを加えて湯煎でそのまま温めていきます。この時もし板チョコなどを使う場合はある程度チョコは刻んでおいてください。で、湯煎にかけてチョコレートが溶けてきたらちょっと真ん中に集めて中心から優しく混ぜていきます。いきなり全体をぐるぐるぐるっと混ぜてしまうと生クリームとチョコレートがきれいに混ざらずにザラザラした感じになってしまうので、必ず真ん中辺にチョコを集めてそれを狙って混ぜていくような感じですね。では生チョコとかガナッシュの作り方っていう感じなんですが、こちらの動画も参考にしながら作ってみてください。生チョコの綺麗な作り方っていうのを紹介しています。こんな感じでしっかりとツヤがあるガナッシュができていれば OK です。これを生クリームで伸ばしていくような感じですね。ツヤがあるのが美味しいガナッシュになります。で、氷水に当てて冷やしていきましょう。この後生クリームを足して泡立てていくんですが、生クリームは冷たくないと状態が悪くなってしまいます。で、このガナッシュはこのまま冷やし固めていくとどんどん硬くなってしまうので、冷たくなったところで生クリームを足して泡立てるような感じですね。しっかりと氷水に当てながら10度ぐらいにしていきます。完全に放置してしまうと固まってしまうことがあるので気をつけてください。そして生クリームを加えて混ぜていきます。温かいうちに生クリームを入れてしまうとザラザラしてしまうので十分注意してくださいね。そしてよくゴムベラで混ぜたら、またそのまま少し冷やしておきます。5分ぐらい冷やしておくと10度よりもっと冷たくなってくると思うので、その状態から泡立てていくような感じですね。生クリームはしっかり冷たい状態で泡立てるっていうことを注意していきましょう。あとはハンドミキサーで泡立てていくだけです。結構ザラザラしやすいので注意してください。普通の生クリームのようにあまりカチッと固まるような感じにはならずにザラザラしてしまうことがあるので気をつけてください。泡立てしすぎないようにですね。十分注意します。とろみがついてから泡立つのがとても早いので気をつけてください。どうですかね。とっても美味しそうですよね。ふわふわ泡立ってきました。高速でやってしまうとどんどん泡立ってしまって状態が見分けづらいことがあるので、中速とか低速で泡立てていくのがおすすめです。そして少し角が立ってくるような感じになってきたら、もうあとは手で立てていきましょう。ハンドミキサーだと泡立てすぎてザラザラになってしまうことがあります。一つ一つの作業を丁寧にやっていくことが重要ですね。そしたら必ず上手に美味しい生チョコロールができます。こんな感じで少し角が立つような
しっかり線が残るような感じになっていれば OK です。早速、ロールケーキに巻いていきましょう。先ほどのロールケーキの生地ですね。しっかりと冷めていると思うので、紙の上に乗せて、このようにクリームを伸ばしていきます。シルパットっていうマカロンとかを焼くときに使うシートを敷いてるんですが、タオルとかでも OK です。滑り止めを敷いておくと、後で巻くときにやりやすくなります。カードでチョコクリームを伸ばしていきましょう。ロールケーキって本当に美味しいですよね。今回は 36% の生クリームでちょっとさっぱりめな感じにしました。上にチョコソースをかけるので、その分中のクリームをさっぱり仕上げた感じですね。多分結構たくさん食べたくなっちゃうような味になっていると思います。クリームが均一に伸ばせたら巻いていきましょう。ロールケーキってすごく美味しいですし、どんどん食べたくなっちゃいますよね。もともと母がすごくロールケーキが大好きで、小さい時はすごくロールケーキを練習していました。フルーツロールなんか初めて作った時は中がデロデロにクリームが出てしまって大変だったのを思い出します。この一番最初の部分は綿棒で押さえて芯のようにしていきます。で、ぐっと押さえた芯を中心に丸めていくような感じですね。横から見ると分かりやすいと思うので、この角度から写していきます。最初のこの芯ができたところを中心に巻きつけていくような感じですね。しっかりと芯を意識しながら巻いていくと巻きやすいと思います。で、巻き上がりはぎゅーっと締めてあげて、クリームが全部均一になるようにしてください。綺麗に巻き上がっていますね。生地もふかふかでとっても美味しそうです。できたら乾燥しないように側面を閉じて冷蔵庫で冷やしておきます。完成したチョコロールがこんな感じになっています。一晩ぐらい冷やしてもいいですし、早く食べたい場合は2時間ぐらいでも OK です。長い時間冷やしておくとよりしっとりした感じになっていきます。切るとこんな感じですね。中も綺麗に仕上がっています。仕上げのチョコソースを作っていきましょう。先ほど紹介した生チョコの作り方でやってもいいですし、今回はレンジで簡単にやっていきます。生クリームもチョコレートもレンジの600ワットで1分ぐらいですね。様子を見ながら溶かしていってください。溶け方にムラが出たりとかすることがあるので十分注意しましょう。チョコレートは特に焦げてしまいやすく、生クリームは沸騰して量が減ってしまうことがあるので注意してください。レンジの中を覗きながらやるのがおすすめですね。しっかりとチョコが溶けていたら、温かい生クリームを入れて少し待ちます。レンジで溶かすとムラがあることがあるので、ここで1分2分ぐらい待つと全部のチョコレートが溶けていると思います。そうなったら中心からゆっくりと混ぜていく感じですね。で、またさっきのポイントですね。中心から混ぜることでツヤツヤの美味しいガナッシュになります。もう本当にこれだけで全然食感が違う美味しい滑らかなガナッシュができるので、この混ぜ方はしっかりポイントとして押さえていきましょう。とっても簡単に滑らかなチョコレートガナッシュができましたね。時々混ぜながら冷やしていきましょう。全体を同じぐらいの硬さで、後でロールケーキにかけられるようにしていきたいと思います。チョコレートソースのとろみはお好みでつけていくようにしてください。結構しっかりとろみをつける状態まで冷やしてあげると、生地に染み込まずに綺麗な見た目に仕上がります。生地にしっかり染み込ませて、たっぷりとしみしみチョコで食べたい方は柔らかめにしておきましょう。綺麗な仕上げに見えるように、これぐらいとろみをつけた状態でかけていくことにしました。スプーンですくうと少し線が残るような感じですね。この状態でかけていきたいと思います。いよいよこの瞬間ですね。これが楽しみで作ったような感じですね。どうですか？たまらないですよね。最後までご覧いただきありがとうございました。どうですか？この瞬間たまんないですよね。ぜひバレンタインだけではなく、チョコ好きの方にいつでも食べていただきたい仕上がりになりました。